こんにちは、イタリア旅行中のみゆです。皆さん、イタリアに日本からはるばる来た場合、1都市だけじゃなくっていろんな都市を回ってみたいと思うんですけど、その時ツアーじゃなくって自分でいろいろ予約して回りたいっていう人には、イタリアではどうやって別の都市に行くんだろうっていうことが大事になってくるのかなと思います。で、イタリアで別の都市に行くには主に鉄道とバスが使われてます。で、結構いろんな動画とか見てると日本人の方は鉄道で移動する方が多いのかなって思ったんですけど、今回私はバスでここミラノからフィレンツェ、そしてフィレンツェからベネチアにバスで移動します。で、バス会社もいろいろあるんですけど、今回私はフレキシバスとイタローっていう別々のバス会社で2回の移動をしていくので、バスの中だったり停留所の様子だったりをこの動画でお伝えできればと思います。で、今私はミラノのホテルにいて、これからメトロでバス停に行って、それから今回はフレキシバスを使ってフィレンツェに移動していきます。で、最後に私がフレキシバスとイタローを使って都市間を移動してみて、それぞれのいいと思ったところとか気になったところっていうのを比較してレビューみたいな感じでお伝えできればと思います。サンドナートっていうバス停がある場所に着きました。 Google マップのストリートビューで見たら、バスターミナルはないんですけど、たくさんバス停が並んでそうな場所でした。で、あんまりバスとか地下鉄の駅に書いてないんで、適当に一回外出て、見渡してみることにします。あ、バスって書いてる。You see this place there? Yeah. That building was Lubna. Grazie。駅の反対側に出ちゃったみたいで、そこで迷ってたらおじさんに声かけられて多分どこに行くのって聞かれたんで、フレキシバスって言ったら、イタリア語だったんですけど、身振り手振りで、向こう側だよ、一回下に降りて向こう側から外に出てって言われて、また上に上がってきたんですけど、今度はそこにたくさんもバス乗り場があって、どこだと思ってたんですけど、駅出てすぐのところは多分ローカルバスとかがなのかな。で、今度は英語でお姉さんが声かけてくれて、どこ行くのって言われたんで、フレキシバス乗りたいって言ったら、向こう側に建物があって、そこだよって言われました。で、その建物がこれですねバスで今見えてないんですけど、ここで乗りたいフレキシバスが目の前にあるので、チケットに書いてあった M3 っていうバス乗り場を探します。今回はフィレンツェに行くんですけど、9時40分のバス、これか、この9時40分、スタシオン FS ミラノサンドナートからフィレンツェ、これに乗るので、 M3 がよくわかんないですけど A っていう乗り場というか A しかなさそうなんですけど、そしたらバス停っぽいのも見つかったんで、後ろにあるここでちょっと休もうと思います。
Thank you. Let's go. Florence, underside. Start.はい、フレキシバスに乗ってフィレンツェに着きました。時間通りに出発して20分くらい遅れて到着しました。多分最初10分くらい遅れてたんですけど、なんかこのフィレンツェのバスターミナルがなんか混んでたのか、なんか全然車が最後進まなくって後ろの車とかからも人が出てきたりしてて、そんな感じで若干もうちょっと遅れたみたいな感じです。で、なんか運転が特別荒かったとかいうわけではないんですけど、実際めちゃくちゃ酔っちゃってめっちゃ吐きそうでした。でもバス旅4時間もバスに乗ってたんで、しょうがないのかなとは思ったりします。ちなみに今乗ってきたミラノからフィレンツェまでバスだと4時間なんですけど、電車だと2時間くらいで行ったりします。で、バスも電車もなんか予約するタイミングとか移動したい日によって値段がすごい変動するんですね。私が見た時は電車が今回乗ってきたバスの値段の2倍して、バスが3000円くらいで電車が6000円くらいで、さすがにだいぶ違うので今回はバスに乗ってきたっていう感じです。ただ座席は特別めっちゃ狭いっていうこともなくて、トイレもバス自体はちょっと古いかなって感じだったんですけど、使えるっちゃ使えたんで、全然問題はないのかなと思ってますじゃあこれから一旦ホテルに行って、その後フィレンツェの観光をしていきたいと思います。今回ここに着いたのでトラムでフィレンツェの中心地までに行くっていう感じです。はい、今2日後で、今日これからここのフィレンツェからベネチアにバスでまた移動していきます。で、今回使うのはイタバスっていうバスで、フィレンツェに到着した時と同じビラコスタンサっていうバスターミナルから出発です。今こっちのところを全部歩いてきたんですけど、タイムテーブルっぽい何時にどこ行きのバスが出発するみたいなのが見つからなくって今が10時20分くらいで、出発が55分なんで時間はあるんですけど、ここで待ってて板バスが来たら行き先を見てっていう感じになるのかなと思ってますが、ちょっと本当にないのかな。結局タイムテーブルみたいなものは見つけてないんですけど、ちょうどベネチアの行くところが前に表示された板バスが来たので、ちょうどこれに乗っていきます。
なんかよくわかんないんですけどボローニャを過ぎたあたりのところでなんかバスが止まって人が降りてって、もしかしたらここのトイレとか行けるのかなって思うんですけど、じゃあこのままバスに乗ってフィレンツェまで行ってきます。はい、ベネチアに到着しました。といってもあれベネチアっぽくないって感じだと思うんですけど、ベネチアにはバスが着く場所が2カ所あるみたいで、1つが今ここにあるメストレというポコッと出てるベネチアの島から中に入ったところにある駅です。でここともう1個トロンチェッタっていうところがあって、こっちを選んでこっちで降りたんですけど、ここからそのベネチア本島の中のサンタルチア駅っていうところまでは電車で1本で進んで行けて数ユーロで行けるんですけど、そのトロンチェッタっていうところで降りちゃうと水上バスで次止まるところまで行かなきゃいけなくって、その水上バスが9ユーロくらいするので、今回メストレで降りて電車で移動するっていう形になります。で肝心の2社比較をしていきます。で車体バス自体乗ってみてなんですけど、フリックスバスの方はちょっと古い感じがして、振動が直に体に伝わってきたのかなと感じました。結構酔っちゃって、道のせいかもしれないんですけど、でトイレは使えるって感じ、綺麗ではなくって、コンセントとか Wi-Fi はついてそうでした。で板バスの方はすごい綺麗っていうか、フリックスバスと比べるとちょっと新しいイメージ。座席がちょっとふかふかめで座りやすかったのと、あとこういうバスなんかヨーロッパだと2階に座るみたいなんですけど、2階が天井が窓になってて、その日すごい晴れてたんで光が入ってきてて、すごい明るい感じで良かったです。で予約方法とかは両方ともそれぞれのウェブサイトでしたんですけど、同じ感じ。値段については多分両方ともタイミングとかによってはなんか2ユーロとか3ユーロとかすんごい破格で走ってるのかなっていう感じはしますが、私がたまたま見つけたのは板バスで3ユーロっていうのを見つけました。ただ2つはちょっと違う会社で、フレックスバスはイタリアじゃなくってヨーロッパのバスなんで、イタリア国内だけじゃなくってヨーロッパ全土の都市間を国をまたいで走ることもできるよっていうバスで、板バスについてはイタリア国内で移動するときに使えるよっていうバスで、ちょっと就航区間は変わってくるのかなっていう感じです。そんな感じで2つ乗ってみて、なんか若干板バスの方が今回私が乗ったのは良かったかなっていう印象はあるんですけど、その時々で区間調べてみて安い方とか時間が合う方とかでいいのかなっていう感じはしました。そしたら今日の動画はこの辺で以上にします。最後までご視聴ありがとうございます。また他のイタリアの動画ミラノとフィレンツェとベネチアの動画、観光の動画を出しているので、よかったら動画チェックしてみてください。また参考になったよとか楽しかったよとかいいねやコメントで教えていただけたらとっても嬉しいです。ではまた今度、バイバイ。